こんにちは。レジェンドコンペに終わりましたね。今回は、配信で結構やりましたので、どんな感じで苦戦してたか、試合してたかはわかると思います。この動画では、最終結果と配信してない範囲での3試合をピックアップして解説しつつ、イベントの感想なんかを話していこうと思います。早速ですが、結果としては、レートを溶かしてしまい827位でした。一応最高レートが1866だったので、そこから動かなければ210位だったとは思います。敗因は、カスタムが定まらなかったのが一番だと思いますね。それと、驚くべきことに、前回と違い、今回は、エメラルド到達者が850人に満たない状況です。結構挑戦している人は見かけたのですが、やっぱり安定しない環境ゆえに、前回以上にエメラルドまで上がるのも難しかったようですね。もう少し、今回の環境とかを話したいため、1レース目は、解説なしです。エメラルド帯がそこそこいて、こっちもベストなカスタムなので、上位は、こんな感じのレースというのをついでに把握してもらえればと思います。早速ですが、トップ10からの解説ですね。トップ5までは、全員がダッシュタイプ、ガジェット構成は、この動画で使っているのと同じく、ファストチャージ2種、リング上限130、スリップストリームボーナス、リングゲットダッシュミニ、リスク確率アップです。前回と同じく、トップを支配するのはダッシュタイプと思いきや、その先は、スピードタイプ2人にハンドリングタイプ1人と、意外と、他のタイプも活躍できることがわかる結果となりました。パワーとアクセルに関しても、もっと下を見れば、普通にエメラルド帯で活躍しており、今回は、どのマシンにもチャンスがあったのが良いと思いました。ガジェットは、先ほど話したように、大体この構成ですが、人によっては、リスクアップを、ダッシュパネルボーナスや、高速トリックに変えているのも発見しました。自分で使ってて、この構成が良いと思ったのは、遅れてもドリルで逆転しやすいようにリスクアップ、また、リスクが出やすいということは、4位から2位ぐらいまでの間にブーストを引きやすくなるので、そちらでも助けられました。配信では、スタードファストを外していたのですが、正直こちらにしてから、成績がかなり良くなりました。やはり、細かく溜まると、その分加速効果が大きいです。それ以外のガジェットは、リングを保ちやすくなり、集団から遅れにくくなります。最後に、マシンの選定ですね。配信を見るとわかるのですが、実は、今回のパワータイプを使っている時間が多かったです。パワーの追い上げは相変わらず強力でしたが、アイテムストックプラスがないため、どうしても物足りない感じに、ダッシュやハンドリングも悪くないと思いましたが、数が多い分普段から使い込んでいる人に向けることが多く、ゴールド止まりでしたので、初期から使い込んでいて、2回レジェンド到達経験もあるスピードタイプにしました。最終ランキングトップ10に2人いるように、ガジェットの補強があり、程度制限される分、今回は、スピードの性能の高さが発揮される機会が多く読みとしては正解でした。途中ミラー意識でスピードチューンを入れてましたが、こっちはプラチナ止まりです。パワーでもない限りは、やはりドリフトを強化するのが正解でした。第1レースは、最後にモンスタートラックが来たけど、なんとか逃げ切れました。レートは、同じぐらいの中、4位に残れました。レーザーとブーストの両方持ちで、うまいこと大きな被害は避けれたものの、最後のカーブで内側行けなかったのが結構厳しかったかなと思います。環境自体は解説できたので、次は1スロ限定における基本的な試合の流れみたいな話をしますかね。第2レースパンプキンマンションです。エメラルド4人、1800以上の10人のため、これも上位と言える試合でしょう。基本的な流れですが、まずはスリップストリームボーナスがあるので、相手についていく感じで、中間に入ってしまうと、自然発生のリングが大体残らない上に、アイテムも悪くなるので、序盤は、回でリングを集めつつ、うまくいけば抜き去る準備をします。アイテムの回収についての意識は、第1回のレジェンドコンペの動画を見てください。前回はパワーのみだったので、今回は、タイプ別に意識したいことでも話しましょうかね。あ、これトップ100にもなれない人の話なので、あくまでもエメラルドいけないぐらいの人が参考にするように、パワーの場合は、後方からの追い上げを意識して、常に後ろを走る意識が強めでしたが、スピード、ダッシュ、ハンドリングあたりなら、隙を見て前に出てしまうのが良いと思います。ただし、2位までは、専用攻撃アイテムの存在から、より防御アイテムの消費が増えてしまうため、個人的には3位ぐらいを意識して走ります。それらのマシンで、早めに前に出てしまうことについて、ですが、まあ、スピードやダッシュが強く、常に速度が出る保証があるからですね。パワーのステータス的には悪くないのですが、せっかく追い上げが強いことを考えると、わざわざ前に出て弱体化する必要もないかなと思いまして。さて、
2周目突入となりそうですが、微妙な順位のためアイテム交換も難しいと思い、ここは流れに任せて下がるか上がるかを考えています。ぶっちゃけ運要素も強いため、戦闘に攻撃集中で、先輩攻撃とかほぼ来なければ、流れで勝ちにもいけるし、逆に、ここで抜かされれば交換チャンスにもなりますからね。自然と上がってるので、3維持で防御手段を残しつつ、上位への攻撃があったら前に出る感じで良さそう。先輩攻撃が来たけど、上位限定攻撃が見えず、ここで抜かしても絶対損するので、スライムでもダークチョウでも、どうせ引き直しは変わりません。受けに行きます。さっきよりも若干悪化してるまでありますね。順位も落ちましたし、ここは次のボックスで強い組み合わせを作って上がりましょうか。交換の結果シングルブーストのみ、ドリルやトラップは他に引かれたっぽいですね。館出口のダブルボックスで引き直しましょう。レーザーを引けました。ドリルとかが使われている気配がなく、それらに巻き込まれると最下位まで落ちると思うので、防御用に取っておきます。この順位からマシな結果にするなら被弾しないことが第一です。警告来たのでさすがに使用。それに合わせてか、先の門分も使用されてしまいました。ドリルも動いてますね。これは次引けるチャンスと言ってたらやっぱり引けた。あとは、これでゴールまで走れば大丈夫。結果4位でした。前回は負けパターンの追いつけない解説をしましたが、今回は似たような感じで、下位同士の乱戦をどう切り抜け、その中でどう上に立つかといった状況の解説でした。第3レースです。エメラルド7人との対決。下もプラチナと上位 10% 以上のプレイヤーしかいないマッチングです。ダッシュが若干多いものの、約半分にパワー、ハンドリング、スピードがいると、今回の環境が結構ばらけてたのがわかる一戦ですね。上位でこれなんだから本当に面白い。今更ですが、メタルソニックに切り替えた理由を話してませんでしたね。これは戦略的な意味はありません。単にモチベの問題でした。やっぱり好きなキャラで勝利を収めたい。あともう一つ、メタルソニックでプレイしている時はゲーム音量はそのままに、それよりも大きい音でソニック R のサントラを流してました。これも効果あったみたいで、結構落ち着いて走れる上に勝率も良かったです。どうしてゲーム内機能で1曲もないんですか？さて、1周目も終盤ですが、またしてもアイテムが悪い感じに、ここはさすがに下がりまくってアイテムを引き直しましょう。外側に行きつつ、ブレーキ踏んで露骨に下がります。前にも見たような、まあまあ、2周目の途中で頑張りましょう。ブーストフィーバーも来てしまいました。これなら、まあ、ドリルとか持ってても結局消えてたので良かったのかな。下がる戦術はこれに弱いんですよね。対して、先手でゲートに入れさえすれば、キングブーブー回避もミスらないぐらい実力ある人だと逃げ切れちゃうので、本来リスクがある先行した人への救済とも言えますね。悪くないシステムだと思います。3周目開始時、割とすぐにダブルボックスがあるので、ここではアイテムは全部使い切るつもりで進みます。まあ、最下位なので、ここでアイテムなしで走ってたら、確実に上位は無理でしょう。幸いブースト系しか出なくて、アイテム欄がロックされることはなかったですね。同時に、他のプレイヤーが、ドリルやモントラを持っている可能性もかなり減りました。引きに行くチャンスです。ドリル来た。後ろも、トリプルブーストで追い上げはいけそう。あとは、先輩攻撃や戦闘への攻撃に合わせて上がりたいところ。スライムを回避。これはまあ必要でしたね。あとは、トリプルをショートカット用に残しつつ、途中で何か拾って、最後の防御か攻撃に使いたいところ。カッターは、トップに対する攻撃にも使えますね。あとは防げない攻撃が来ないことを祈るだけ。ウェイト警戒で、ブーストは、使い切らずにカーブまで行きます。1位がショートカット失敗したみたいです。それと、後ろからパンチが来てたけど、復活した1位が受けたのかな。あとはブーストで逃げ切るだけ。ウェイト来てましたね。これ後ろが投げる判断もう少し早かったら、回避も綺麗に決めてゴールできたんですけどね。
順位も1位ですね。運と判断の両方でいけた試合で、個人的に今回のコンペで一番いいと思いました。では、今回はここまで。フェスタやったり、また練習ついでに配信しようと思います。また次回お会いしましょう。他のソニックシリーズも何個か企画考えてますので、良ければそちらもご覧ください。楽しめた、役に立った人は、チャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。